幸せでありますように。選考に執着するんじゃなくて、選考を喜ぶんですよ。それは幸福なの。いいことできました。よかった。喜びと執着は違うんです。仏教は喜びを推進する。喜びの反対はね、もう何て言ったっけ、悲しみでしょ。悲しみは悪でしょ。怒りの結果。だから善行為すると、わずかな善行為でもね、喜びが生まれるんです。で例えば、ゴートメそうじゃないで正直をかける。終わったよかった。綺麗になっちゃった。それで、喜びを感じてください。喜びを感じると、その場で結果が得たことになります。そこで、欲を抑えたか、例えば、勉強が終わったら、時間がある方々は、後片付け手伝ってくださいって言おう。そこで自分には本当に時間がないんです。何か買い物しなきゃいけないとかね。でも、そこで、これよりはこの善行をすると。そこで自分の欲をいくらか抑えたんですね。時間有り余ってる人より、時間がなくてすごい超忙しい人がそれやったら、そこで欲を抑えてるでしょ。そこで大体この条件によりますからね。時間が余ったらお寺の掃除してあげますと言うと、あんまり欲の戒めがなくなるんですね。時間あるかないかではなく、もう福祉活動だからやりますと。例えば地震で人々が困っているときは、同時に雨も降っている。雨が降ってないんだったらボランティアできるのにと。雨が上がって晴れたら行ってボランティアする。雨が降ると帰る。っていうのよりは、雨が降ろうが、寝るところあろうかなかろうか関係なくボランティアする人がかなり自己愛を捨てているんですね。そういうふうにチェックしてみてください。今日初めて参加させていただきました。で長老の本を何冊も読ませていただいて、で私自身がこれまでいろんなその教えというか、脳科学とか心理学とか哲学とか、当然仏教もなんですが、いろいろ学んできて、何かすっきりしなかったんですが、長老の本を読んで、長老の教えが私にぴったり合ってるなと思ったんですけれども、今日のお話の中で、自分の気持ちに合った教えにすがると不幸になってしまういうようなところがあって、さっきのテーラーワーダ仏教協会に入会したところなんですけれども、それで良かったのかどうかお聞きしたいんですけれども。やられましたね。人はそれぞれなんですよ。人は真理探し求める人もいるんです。納得いくものを探し求める人もいるんですね。ですからこれ、貪嗔痴はあるかもしれませんだけど、やっぱりどこかで本当のことを知りたい、真理を知りたい、納得いくものに生きたいという人々も結構いるんです。だから、それで気持ちをぴったし合う可能性ありますよ。で、それ問題ないんです。それはもうあなたの業なんです。あなたの業で、このくだらんことばっかしにもうやられるなよと、あなたの業が言ってるんです。もっと調べなさいよ。でもあなたの素直な気持ちでしょ、調べたいと。で、それは貪嗔痴じゃないんです。そういうことで、一般論で自分の気持ちに合うものっていうのは、もう世間のその他大勢なんですね。あんた方みたいな人間っていうのは少数派なんです。だからそこはそんなに問題ないと思います。はい。安心しました。ありがとうございます。